2007オートバックススーパー GT シリーズ最終戦を迎えました。そして GT 通算これが100レース目です。舞台は世界の富士スピードウェイです。放送席は今回もレーシングカーデザイナーの由良拓也さんと元レーシングドライバーの鈴木圭一さんのダブル解説です。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて由良さん、GT500 は前線でARTA がチャンピオンを決めてしまいましたが、この最終戦はどういうところ注目されますか？はい、最終戦っていうだけでなく、はい、100レース目という大きな節目にあたり、はい、どのチームもどのドライバーも絶対記録に残るこのレースを大事に、やる気十分なんですね、はい、すごい楽しみです。さあ一方 GT300 は圭一さん、このレースでチャンピオン決まります。そうなんですよね、はい、もう大混戦なんですけども、特にね自然、あとトイ・ストーリー、ガライア、ウィルコム、はい、この4社ものすごい戦いになると思いますよ。果たして300はどういうチャンピオンの結末を迎えるのか非常に楽しみです。さあシリーズ最終戦富士、いよいよレーススタートです。秋晴れの空の下、富士スピードウェイは通算100回目の GT レースのスタートの時を待っています。スタンド、そしてグリッドは GT の全てを知り尽くした GT カルトの方から、これから GT を支えてくれるであろう少年少女まで、この最終戦2007年シーズンも非常に幅広いお客さんが詰めかけてくれました。そして GT500 は前戦第8戦オートポリスでチャンピオンは決まりましたが、だからこそこの最終戦富士は全てのチームがプライドをむき出しにして最速をかけて戦う最高のバトルになるはずです。一方 GT300 は4強が4つどもえ、この4つがチャンピオンをかけての激しいバトルを最前列から繰り広げます。さあ通算100戦目のスーパー GT シリーズ最終戦の富士スピードウェイ、まもなくスタートを迎えます。それではスターティンググリッドをご紹介しておきます。まずは GT500 です。ポールポジションはブノワ・トレルイエ星野一樹組のカルソニックインパル Z、 フロントローはリアル NSX 金石いとこの金石が並んでいます。金石勝友と金石俊弘。2列目ロイック・デュバルとファビオ・カルボーンのエプソン NSX、 そしてホーザン・トムス SC4 番手、5番手に高田ドーム NSX とゼント・セルモ SC、 立川はフィニッシュドライバーを今日務めます。それからその後ろ7番グリッドにウッドワンアドバン近藤 Z とイクリプスアドバン SC、 さらにその後列はモチュールオーテック Z とフォーラムエンジニアリング SC、 前回オートポリスを沸かせたデンソーサードは11番グリッドから、今一つ後半戦元気のないザナビーニスモは12番グリッドからです。そしてその後ろレイブリック NSX と ARTA-NSX チャンピオンカーはこの14番グリッドからのスタートです。そして最後列バンダイダンロップ SC とイエローハットハセミ Z、 GT500 は全部で16台がスターティンググリッドに並びます。続いて GT300 の今日のスターティンググリッドです。ポールポジションは大島石浦の若いコンビトイストーリー MRS です。フロントローに ARTA ガライア新田高木の職人コンビ、2列目にプリベ試練高橋和夫加藤弘樹、そしてその隣にウィルカムアドバン BMAC、 この4台に今シーズンのチャンピオンの可能性があります。3列目アメミア RX7 とアクティオ・ムルシエ RG1、 ムルシエラゴはスゴー以来のエントリーということになります。その後ろユンケルパワーポルシェとエンドレスアドバン Z、 9番グリッドからハンコックポルシェ並んでウェッズスポーツセリカ、11番グリッドからクムホマッハ号 BMAC、 そしてその隣にホーザンダンロップ Z、 インプレッサは13番グリッドからです。その隣にアドバン上松 BMAC320R、 15番グリッドに DHG フォードがいて、その隣にエグロ BMAC、 レイジュン・モスラーダンロップは17番グリッドから、その隣、今シーズンは今一つ元気のなかったフェラーリが18番グリッドからです。もう1台のムルシエラゴが19番グリッド、ボクスター20番グリッドから、その後列にホーザン Z の47号車並んで、ノーブルバイオケアポルシェが並んでいます22番グリッド、楽天ボーメックスがいて、その隣にクムホボクスター、さらにその後列にトリプル A ガヤルドランボルギーニの2台です。67号車66号車、そしてこの27、28番グリッドのノマド外国やポルシェとダブルヘッド MRS、 これが最後列ということになります。 GT300 は全部で28台がエントリーしています。さあそれではここでピットリポーターの高橋二郎さんにコース状況を伝えていただきたいと思います。二郎さん。はい、
朝方はですね、かなりその気温もですね低かったんですが、やはり太陽がですね、出て、雲が少ない状況でですね、とても素晴らしい天候になりますとね、気温もどんどん上がってきて、今ピットレベルではですね暖かいという感じですね。少し、日差しは強くて暑く感じますけども、今現在ですね、気温17度、そして路面温度23度という状況ですね。完全にドライで素晴らしいですねコンディションで決勝レースを迎えそうですね。GT100 レース目ということになりますが、二郎さんも長く GT をご覧になってきた、ジャーナリストとしてこの100戦目振り返って一番の思い出などありますか？ここの GT は必ずその展開がドラマチックになりますしね、特にその終盤になれば素晴らしいんですけど、どれもっていう感じですね。やっぱり最終戦でそのですね、いろんなもつれ込んで、それで各チームがですね総力戦で戦って、その結果としてですねドライバーたちがやっぱりその涙を流すその瞬間っていうのはですね、やっぱりすごいシーズンエンドっていうこともありますけども、感極まるっていうところがですね毎年毎年すごく感動的ですね。二郎さん、今日も一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、100戦レースが行われるこのスーパー GT ですけれども、その100戦すべてにエントリーしているカルソニックインパル Z 星野和義監督のインタビューを収録しましたので、星野監督の声をお聞きください。僕はもう26年くらい経ってるわけですよね。ですから100戦というのが、途中からですよね。だからもうあっという間に来てるんで、もうただただここまで続けていただいて、イメージアップカルソニックブルーとしてやってこれたそのカルソニックさんに感謝しますよね。それもあっという間に短い時間でしたんでね。だから今回もそのあれとダブってポールポジション100戦目ポールポジション優勝、なんか神様にお願い一緒に頼んでいただけない？もうとにかくそれを結果としても残したい。ただそうやってあんまり小さくなってもいけないんで、もうここまで来たらもうなるようになれとかいろんなことが頭の中走るよね。その1戦目とその100戦目ちょっともう歴史に残りますよね。いやもう当然歴史に残るし、もう本当が正直なところ、昨日喜んでるあれが一瞬出なくて、もうほっとしてるだけで、今日もほっとするだけでも表彰台の真ん中に行けたらもう何をしてもいい。もうそれくらいのあれ、なんかもう運も実力も全て吸収して表彰台の真ん中に立ちたい。でカルソニックさんに、100戦目を迎えられて、いろいろここありがとうございましたということで恩返ししたい。もう本音ズバリ。じゃあ、レース後にまた再び表彰台でインタビューできることを約束して頑張りますまさに星野監督のぶっちゃけた本音が聞けてね。そうですね、星野和義の世界でしたね。そうでしたね、すごく素敵だったです。さあそれではピットリポーターの中島秀幸さんに各チームのタイヤ選択を伝えていただこうと思います。中島さんお願いします。まず GT500 なんですが、ブリヂストン、12号車と100号車がソフト、それから SC は全車ソフト、それ以外はミディアム、ダンロップは2台ともソフト、横浜は2台ともミディアム、GT300 なんですがミシュランは101がミディアム、43と31号車はソフト、横浜とダンロップは全車ソフト、ハンコックはミディアムソフト、クムホは全車ソフト、こういった選択にスタートはなっています。タイヤ選択のリポートは中島秀幸さんでした。中島さんも GT の生き字引きとも言われておりますけども、100戦目を迎えてお気持ちはいかがでしょうか？そうですね、やっぱり2クラスあって GT 選手権ですので、300クラスがこういった形で最終戦で 4強の、戦いでチャンピオンが決まるのが100戦目ってのはちょっと嬉しいような、GT らしいようなそんな気がしますね。中島さんもレース中忙しくなると思いますが、一つ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。という中島秀幸さんのリポートにもありましたように GT300 は由良さんね、こういうシナリオを書こうと思っても予選でこう並べるのが難しいのではないかと、そう思うようなグリッドになりました。そうですねうまくできてるというかですね、レギュレーションの妙というか、本当にこれが GT の面白さですね。
GT というと本当に先の読めない展開の読めないレースであるところが面白いんですが、圭一さん、先ほどの星野監督のポールを取るまでは気持ち悪いことシナリオ通りだと、で300もこの前、今画面でもご覧いただいていますが、前4台のマシンを見ちゃうとどうも気持ち悪いことシナリオの流れに沿ってるようにも見えるんですね。そうですね、だからこそレースのこの展開が読めないですよね。逆にね、前4台このチャンピオンを争うマシンが並んだんですが、圭一さん、簡単にこの4台で行くでしょうか？いえ、僕はいかないと思います。そうですか、その4台の後ろには、ユンケルポルシェや RX7、ムルシエラゴ、あるいはエンドレス Z が並んでいます。この辺りの戦闘力は圭一さん、どうご覧になりますか？いや、僕はこの4台と、あと後方の6、7台ですか、一緒のような気がするんですよね、力がね。力は。だから、予想できないんですけども、ものすごい面白いレースが見れるんではないかなと思います。予選のタイムとレースラップってまた違いますからね。さあ、場内は国歌の独唱です。小柳ゆきさんです。日本国国歌「君が代」の独唱はシンガーの小柳ゆきさんでした。もう小柳さんももうデビュー10年近くになるんじゃないかと思いますけれども、この最終戦を彩ってくれる素晴らしい歌声でした。さあ、それではここでランキングを確認しておきます。 GT500 のドライバーズランキングはご覧の通りです。伊藤大輔ラルフ・アーマン組の2007年シーズンのチャンピオンは決定しています。ですが2番手以降のチームはやはりやる以上は、由良さん、2位を取りたいというふうにみんな言っています。そうですね、ここでは本当に最終戦以上にその100戦目ということでのこだわりも大きいですよね。そうですね、300のランキングですけども、試練の高橋加藤組から4位の新田高木組まで、ここまでがチャンピオンの可能性が残っています。以下エンドレス Z などが上位に続いておりますけども、そしてこちらが GT500 のチームランキング。 ARTA はまだチャンピオン決まっていません。このレースで22号車のモチュールが勝って ARTA がリタイアして、いわゆる完走ポイントというのが GT チームには加えられますが、その完走したポイントが加えられなかった時のみモチュールオーテック Z の逆転チームチャンピオンという可能性になります。ほぼ ARTA でチャンピオンは決まっているというチームランキングの状況です。そしてこちらが GT300 のチームチャンピオンシップです。さあ、場内続いて開会宣言です。ただいまより2007オートバックススーパー GT 第9戦富士の開会を宣言いたします。開会宣言終了とともにスタンドからは声援、そして鐘の音などが鳴り響きました。いよいよ通算節目の100レース目のスタートを迎える形になります。こうしてスタンドの映像を見ると、圭一さん、壮観ですね。そうですね、ありがたいことですよね。本当ですね、やはりこの最終戦 GT500 のチャンピオンは決まってしまいましたが、 GT ファンはやはりこの最終戦全マシン全チームのガチンコバトルに期待を寄せて、スタンドは立水の余地もないたくさんのお客さんで埋まりました。94年の第1回レースで見事ウィナーになったカルソニックブルー、
ティームインパル、このカルソニックインパル Z を先頭に節目の100レース目のフォーメーションラップが始まります。全マシンのエンジンに火が入りました。甲高い音、そして内側から響く重低音が交錯していますコース上。さあ今アクセルを踏み込んだスタートドライバー、カルソニックインパル Z のブノワ・トレルイエ、ポールポジションからのスタートになります。そしてオートポリスでも速さを見せながら、フォーメーションラップに出る前にエンジントラブルがあって、エンジンから火を吹いてしまったリアル NSX は、このレースにそのレースでの速さを見せるための戦いということになります。舞台は F1 グランプリも行われました世界の富士スピードウェイです。全長 4.563 キロ、66ラップでこのレースは行われます。高速コースですし、浦さん、ここは抜きどころが非常に多く思いますが。そうですね、見応えあると思いますよ。今スタートグリッドからですね、ガイヤルドが1台押して出されましたね。1台減りました。 GT300 クラスの後方、ガヤルドは25番、26番グリッドに並んでいるマシンになりますが、どうやらスタートできないということになるようです。圭司さん、これ追い抜きのポイントというのはどこが最大の追い抜きのポイントと見た方がいいでしょうか。安全には1コーナー、あと300ある、B コーナーの入り口ですね、ダンロップの手前ですね、そこはちょっとリスクあるんですよね。そうするとやっぱり1コーナー。そうです、ですが、これはコースも広いですし、仕掛けようと思えばどこでもチャレンジはできる。できます。そうですね。あとこのコースは、グラベルがなくて外側も舗装してありますので、コースオフしてもアウトしてもですね、また戻ってこれるんですね。そこがまた面白いところっていうか、楽しい、ありがたいところですね。ちょっと乱暴な言い方をすれば敗者復活の可能性があるということになるわけですね。そこでレースが終わったっていうふうにならないのがまた面白いところですよ。さあこれが今圭司さんがおっしゃった 300R から、そしてその奥にはダンロップコーナーの進入があります。平さん、去年の最終戦はここで荒と服部がいいバトル見せましたね。すごいですね、至る所で見られますよね。最終戦の GT500 は昨シーズンここでチャンピオンを争うマシン同士の交錯というシーンもありました。一つここはドラマの舞台になるコーナーだと圭司さん、考えていいですね。そうです。さあゆっくりとテクニカルセクターを上がっていきます。それからこの13コーナーを上がった後のネッツコーナーも、ドライバーの腕の差が出る、走り方の差の出る面白いコーナーです。94年5月1日、ここ富士スピードウェイで産声を上げた全日本 GT 選手権、カルソニックブルーの当時はスカイラインが影山正彦のステアリングで最初のトップチェッカーを受けて以来、14シーズン100回目という節目を迎えます。元祖日本一速い男星野一義も、生きるレジェンド高橋邦光も、日本のモータースポーツの歴史を作ったあまたの名手たちも、鈴木亜久里、片山右京、ラルフ・シューマッハ、エリック・コマス、ペドロ・デラロサ、最高峰の F1 ドライバーたちも、鈴木もドリキンもマッチも、未来の F1 パイロット中島和樹も、歴史の一節一節を演じてきた大事なキャストです。第1回から GT ファンのあなたも、最近 GT ファンになったあなたも、瞳を閉じ自分が感じてきた GC の歴史に思いを巡らせながら100回目の記念日を堪能してください。たった18台でスタートした GT は44台がエントリーするビッグレースとなりました。さあ100回目の GT バトル、それはしがらみもオーダーもいやらしい駆け引きは何一つない、チャンピオンが決定した空虚感とは無縁の正真正銘の2007最後の最速決定戦です。カルソニックインパル Z ブノワ・トレルイエ Z の優勝を飾ることはできるか。ペースカーがコースに入るのを待っています。今ここでペースカーが入りました。さあマシンが加速しています。ずば抜けるかカルソニックブルー、食らいつけプライド高き者の二つ。2007オートバックススーパー GT 最終戦、世界の富士スピードウェイで100戦目のメモリアルウィナーの座をかけて今戦いの幕が切って落とされます。加速するトレルイエ、そして今シグナルグリーン、1コーナーを取るのはトレルイエか、後ろからリアル NSX 金石俊弘、さらにはエプソンも続いていますが、さあブノワ・トレルイエ、第1回 GT を制したトレルイエが1コーナーをギリギリで抑える。金石も仕掛けますが1コーナーギリギリ抑えます。
オンの座をかけた4強バトル。トイストーリー好スタート、そして試練をうまくブロックしたガライア、その後ろからウルコンも続いています。この4台、トイストーリー、ガライア、そして試練の加藤が早くも仕掛ける。とにかく早めにガライアの前に出たい加藤。試練とガライア、いきなりコカ・コーラコーナーからバトル勃発。トイストーリーを追いたい加藤、逃げたいトイストーリー、それを抑えようという同じ APR のガライア。ここは加藤を ARTA ガライアが抑えました。その間に大島はスピードを上げて逃げていきます。新田森生がうまくこの加藤を抑えています。そしてその後方からウィコンビーバックの黒沢春樹、この3台は戦闘力の差が見られません。非常に接近したバトルになりそうです。しかし由良さん、スタートからこれトイストーリー早いですね。そうですね、大島がね、うまく、そうですね、これは完全にこうチームプレーになってますからね、見事ですよ。うまく大島が逃げます。そしてその後ろガライアの新田が加藤をうまく抑えています。逃げますトイストーリー。さあ今度はこの加藤は前の新田をどう料理するか。この GT300 の上位のバトルをご覧いただいている間にカルソニックインパル Z のブノワ・トレルイエがホームストレートに帰ってきました。そしてリアル NSX、エプソン NSX、今シーズン早かった2台。さあそしてリアルとエプソンのバトルです。リアルの金石俊弘がこれは抑えますが、ロイック・デュアルもこれは2周目に入ろうというところで1コーナー仕掛けていきました。同じ NSX 同士でもご覧のようなバトルは当然勃発してくるはずです。でもケイシさん、やっぱりブノワがこれはユンケルが間割ってきた。シデンとガライアの間にユンケルどうかな。これはシデン加藤が抑えます。やっぱりユンケル早いんですね。そうなんですよ。もうこれポルシェのね一番いいとこですよね。ユンケル前に出ました。ガライアをこの後追います。またこの後のストレートでユンケルポルシェがガライアに肉薄する可能性は大いにあります。そうですね、このユンケルはこの後ガライアにも追いつく可能性は十分ありますね。十分ありますよ。はい、そのストレート、しかしテクニカルセクター加藤だー。鮮やか、加藤抜き返しました。すごいですね、バトルが抜かれたら抜き返す加藤のプライド。でもここもまだ譲りません谷口。ユンケルと試練、チャンピオンを争う試練、ポイントリーダーの試練に対し早くもユンケルポルシェの谷口が仕掛けて面白いバトルになっています。これね、加藤君ね、これやられてしまうと、2台に離される一方なんですよね。加藤君としたらこれ絶対やりたくないんですよ。でもね、どうしても谷口君が入ってきますから、とにかく簡単にガライアないしはトイストーリーを逃がすわけにはいかないんだという気持ちの出たヘアピンでの加藤の突っ込みになりました。前を行っているのは同じ APR の2台トイストーリーとガライアです。さあそして一方こちらは GT500 ですけれども、高田ドーム NSX は5番手スタートです。リアル NSX がエプソンがいて宝山、さらには近藤レーシング、その後ろフォーラムの後ろから高田ドーム。高田ドームはスタートがあまり良くなかったんですね。これそうですね、ミスってますね。高田ドームは今一つスタートがよくありませんでした。7番手に今つけています。さあそしてガライアに今ポルシェが接近していきます。ウィルコムランボルギーニ来ましたね。やっぱりケイシさんの言うようにどんどん違う車が上がってきますね。これは4台の戦いではないですよ。四つどもえのチャンピオンバトルだけではありません。も来てます。レースは四つどもえの中に速いマシンが断続的に割って入る面白い展開になっています。果たしてポイントはどう動くのか、一瞬たりとも目が離せません。 GT300 のチャンピオンシップ、ユンケルポルシェに続いてこの88号車アクティオ・ムルシエラゴがウィルコム BMAC の前に入ってきました。それからケイチさん、ウィルコムの後ろの RX7 も悪くないんですね。もう全然悪くないんですよ。どれが来てもおかしくないですよね。さあトイストーリー今のままの順位だとどうポイントが変わるかをちょっとここで整理しておきましょう。このままですと大島が加藤高橋組を逆転してトイストーリーが、2007年シーズンのチャンピオンということになります。ですが由良さん、当然ピットインもありますし、これはちょっと予測しにくい。この後このユンケルがかき回しそうな気がしますけれど、このマシンですね。このストレートとかでまたかなり速さもストレートの速さを生かしてですね、どんどん詰めていきますね。ガライアもストレートは速いはず。しかしユンケルの速さはそれを勝っているはずです。こちらは宝山 Z と近藤レーシング。近
藤レーシングはこれかなり前に出て5番手まで上がりました。これはまた素晴らしいですね。7番グリッドからスタート、2つ順位をジャンプアップ。4番手までは4番手ですか。鉱山を抜きましたから。抜いたんですね。はい、そうです、4番手です。7番グリッドからスタートのウッドワンアドバン近藤 Z、 JP オリベイラが順位を上げています。現在4番手。さあ一方カルソニックが逃げてリアルとエプソンが追っています。ここに近藤レーシング、さらには宝山 Z チャンピオンチームです。ディフェンディングチャンピオンになりますが、入れ替わっている、入れ替わっています。ユンケルポルシェがガライアの前に出ました。やはりケイチさん、ストレートでしょうね。ストレートです。すごい速さなんですね。ポルシェのストレートが伸びますからね。おそらくこのままこの2台をご覧いただいて、今このぐらいの差で、この後テクニカルセクターに入っていくわけですが、これがストレートでおそらく開くわけですね。はい、そうです。これトイ・ストーリーにも追いつく可能性十分ありますよ。予選はタイヤの問題もあって今一つケイチさん、このユンケルはタイム出せなかったですね。ですが早いんですね、これは。早いです、金曜日からもうトップタイム出してましたから。したがって予選でも上位4強に割って入る力がありながら、タイムが出なかったというこのユンケルポルシェ、上りながらですがガライアを引き離しています。次のユンケルのターゲットはチャンピオンを争うトイ・ストーリー MRS になります。外からぐっと回り込むネッツコーナー、ここはドライバーのライン取りの差が出ます。そしてパナソニックコーナー、いわゆるところの最終コーナーへと入っていきます。さあちょっとユンケル見てみましょう。ユンケルポルシェは7番グリッドからスタートし、早くも2番手にジャンプアップしました。いきなりの5台抜き、いきなりの5台抜きです、谷口。さあそしてガライアを引き離す、あっという間に加速します。ご覧のようにじんわりじんわり差が開いていく。あっという間に置き去り、あっという間にユンケルがこのガライアを置き去りにします。そしてこのトイ・ストーリーとの差ですが、ストレートの速さを見て由良さんどうでしょうね。何周かするとこれやっぱり詰めてくるでしょうか。そうですね、ちょっと速い、コンマ1速いですね。このトイ・ストーリーはでもものすごくいいペースで走ってるんですよ。展開としてはケイさん、トイ・ストーリーにとっては最高の展開なんですね。最高の展開なんですけども、ユンケル来てますからね、逆にユンケルに生かしてもいいんですよね、チャンピオンを考えた場合には。無理に戦う必要ないです。従いまして GT300 は己の置かれた順位で今何点あるかというのも計算しながら、陣営はさまざまな指示を、無線を通してドライバーに送るはずです。さあ GT500 の方は今順位を画面でもご覧いただいています。カルソニックインパル Z が2秒近い差をつけました。そして由良さん、このリアルとエプソンは結構僅差ですね。そうですね、ずっとバトルをしてますね。そしてフォーラムがここで仕掛けようという状況になっています。前は前と SC 同士のバトル、片岡達也が高木虎之介の後ろから仕掛けようというところです。SC が3台並びました。これただカルソニックもあんまり安心してられないのは、と言いますと、タイヤに朝のですね、朝のウォーミングアップランもタイヤがトラブル、タイヤにかなり厳しいみたいですよね。左のフロントでしたかね。ささくれてしまうということで、走行しなかったって、これも珍しいケースなんですよ。でこれはですから気温が低かったということもあるんですけれども、あんまりぶっちぎらないで合わせて走らないと、なるほどね、タイヤに負担をかけるとそのアドバンテージはないっていう感じをしますね。なるほどね、丁寧にいかないと、だからトルルイエ走りをあんまり徹底的にやってるとですね、早くタイヤがダメになる可能性があるので、ここは後続のタイムを見ながらそれに合わせてですね、ちょっと速いぐらいでキープした方がいいですよね。さあそしてユンケルが行った後、再度この2台のバトルが始まります。43号車 ARTA ガライアと2号車クリベ試練、78ポイントの試練、それからガライアは62ポイント。ガライアもこのレース優勝すればチャンピオンの可能性はほんのわずかですが残っています。このガライアはですね、思ったより遅いんですよね。この車だけ44秒台、他は43秒で走ってるんですけども、おっと、これは GT500 ロイック・デュバルと金石俊弘、デュバルインを刺しました。 NSX としかし金石生き返す。まだ終わっていませんこのバトル。金石とデュバル、まだ1コーナーからコカ・コーナー裏コーナーへまだ続いていますが、ここはしかしデュバルが完全に前に出ました。少しやはり戦闘力的にはエプソン NSX の方が上だなという雰囲気はありました。早いタイミングでデュバルが仕掛けてこの金石俊弘の前に出ました。おっと少しタイヤからスモークが上がりました。
インをついた後でも圭一さん、金石も諦めませんでしたね。非常にいい粘りは見せました金石俊弘です。ただロイックかなりいいですね。いいですよ。ここはもう完全にスリップね疲れましたから。でここでロイック・デュバルが前に出ましたが、その後金石も粘り返しました。さあまたまたこのダンロップコーナーだと思いますが、今300の2台、3位と4位ということになりますですかね。そうですね。さあ接近してまいりました。1コーナーをカーブして、さあこれから前半のセクター1に入っていきます。それからやっぱりユラさん、ムルシエラゴも不気味な速さですね。これムルシエはねストレート伸びがいいですね。そうしますとこの3台、ムルシエがストレートでこの前の2台にどういう食らいつき方をするのか。そうですね、このテクニカルセクションでちょっと離れてもおっと行くか、試練加藤が行く仕掛けを見せましたが、スーッとインを締めました新田。でも圭一さん、試練の加藤にとっては前が新田であるというところが難しいです。そうなんですよね。そうですね、これもし抑えてるんだとしたら見事ですね。見事ですよ。なんでもうちょっと早くこの車優勝できるはずのポテンシャルを持ってる車ですから。ガライアがですね。そうです。ただミシュランとしたら、僕スタートしてから新田君が抑えてる走りを僕はしてると見てるんですよね。なるほど。つまり気持ち的には同じ陣営である前のトイ・ストーリーをとにかく逃がしたいと。そうです。ですが試練の加藤はこのガライアを抜かないとチャンピオンの可能性は遠のくばかり。ストレートはちょっと戦闘力を劣るが、加藤がここでパナソニックコーナーで仕掛けます。さあしかしストレートで粘って食いついて、あとはこの後のインフィールド。どうしてもねガライア、これ面白いですよ。ただね怖いのはこれなんですよ。ストレート速いぞ。まず試練が餌食、ただガライアもストレートはまずまず速い。ここは粘りますガライア。加藤がこれムルシエラゴにかわされましたが、ただインフィールドは加藤も速さがあります。粘り返す加藤、ブレーキングで頑張る、ブレーキングで加藤頑張る。外から加藤が抑える。しかしムルシエ前に出たムルシエが前に出ました。加藤の頑張り及ばず、ムルシエラゴのマプチュラです。ここ加藤君苦しいですね。ポイントリーダーです。去年ほんのわずか1ポイント差で逃したチャンピオンを再度この2007年リベンジでゲットするチャンスは得ました。しかし序盤から試練の加藤、苦しい展開になっています。ムルシエラゴとそれからユンケル・ポルシェがチャンピオンを争う上位の間に割って入っているという状況です。整理しますとトップがトイ・ストーリー、ユンケルがいて、このガライア、ムルシエ、そして試練という上位5台です。また次のストレート、これ圭一さんどうでしょう。ムルシエがガライアより速いでしょうか。速いと思いますよ。この位置だとどうでしょう。ちょっとまだきついですか。どのぐらいパナソニックで背後につけるかというところになると思いますが、あとはあれですね、ユラさん、ユンケルがストレート速いはずですが、トイ・ストーリーも思ったほど詰められてないんですね、これ。そうですね。なかなか逃げ切れるほど楽ではないですよね。楽ではないですよ。さあコーナー立ち上がります。ガライアに行ったマルコ・アブシュラが続いています。ムルシエラゴストレートで先ほどは試練を餌食にしました。さあ加速する、スリップまでつけるか、踏み込みます。アブシュラついた。さあ注目は1コーナー、職人新田と元 F1 ドライバーのマルコ・アブシュラ。マルコが伺う、新田が牽制する。どうするマルコ、外に行くと見せてインは空いたぞ、どうするか。新田がこれはしっかり抑えます。しかしコーナーで加藤ブレーキングで相当頑張ってます。すごいですね、追いつきますもんね。これはすごい。おっとコカ・コーラにかけての侵入、マルコいった。アプシラ並ぶ、新田こらえきれるか。アプシラ前に出る。アプシラが3番手に上がりました。加藤もマルコすごいな。加藤も行くぞ。狙ってますよ。加藤並ぶぞ。サイドバイサイド、そしてヘアピンに突っ込む。加藤と新田、インを取った。加藤だ、前に出る。これ直線があるからまた加藤君苦労するんですよ。さあその前にはマルコ・アブシュラ、ムルシエラゴ。しかしその後ろ新田森生が加藤、この後またプッシュ、ストレートが再度勝負。これは手に汗握りますね。いやすごい。うわ重なってる。加藤とそして新田、その両者の腕と腕のぶつかり合いです。
マルコ・アピシェラの方は少しスピードがあるようです。ここは差を広げました。当然このストレートはマルコが速いですので両者の差は開くものと思われます。問題はその後ろ4番手5番手どんどん来ますから加藤とね。新田で、新田の後ろはこれまだウィルコムでいいんですね。そうですね黒沢春樹は粘ってます。黒沢の後ろにこれも速い RX7 がいます。さあコーナーの立ち上がり、加藤はぴったりムルシエラゴの後ろについてますが、このムルシエラゴはストレート速いんです。あっという間にシデンとの差を詰めます。ストレートは加藤もここ頑張ってガライアの追撃を少し差を詰められるのを最小限にしています。行くぞ。そして RX7 とウィルコムアード版 BMAC を横に出したイーリ、黒沢とイーリです。1コーナーちょっと出られないかったですね、ここは黒沢が粘りました。その後しかし先ほどの試練とガライアのバトルを見ても、この後もドライバーは一瞬も気が抜けません。これはでもガライアが速くないね。そうなんですよ。つまり抑えているのではなく、ペースが上がらないということですね。これはちょっと予想外ですね。ソフトタイヤ、そうですね。その辺でロー温度の問題で来てる可能性はありますよね。101号車はミディアムミシュランタイヤです。同じミシュランのこのガライアはソフトタイヤを装着しています。そうしますとケイさんどうでしょう、ペースを考えている。いやペースを考えてるも思った以上に上がらないと思いますよ、自分でも。そういうことですか、なるほど。さあそして GT500 のトップカルソニックインパル Z が来ました。 GT300 の上位をこの辺りで周回遅れにしようという状況です。ただトレルイエもエプソンとの差はこれさほどないんですね。画面の中今入ってますね。もう入ってますね。そうですね。ここが今ネッツコーナー第13コーナーの立ち、エプソンいますよこれ。いますね。全然楽で逃げてはいないですね。予選ではコンマ6秒2番手以降を引き離したこのカルソニックインパル Z ブノワ・トレルイエですが、エプソン NSX ロイック・デュバルもこれは決勝で速いというところを見せています。今ホームストレート帰ってきまして、由良さん差がほとんどなくなってきましたね。1秒台。そうですね、これもちょっと後半が目が離せないですね。リアル NSX が今抜いていきましたが、でもまたここで300が少し間に入りましたので、エプソンとカルソニックの差は2秒ぐらいの差に広がりました。 GT 通算100レース目になりますが、 GT500 の上位2台は元祖日本一速い男カルソニック Z、星野和義率いるカルソニック Z と日本人初めての F1 ドライバー中島悟率いる中島レーシングエプソン NSX の上位一騎打ちになっています。追いついてきた。さあユンケルがトイ・ストーリーとの差を詰めています。大島とそして谷口のバトルということになります。先ほどからね、ユンケルだけがね43秒台なんですよ。そうですね、速いですね。コンスタントに43秒台なんですよ。他は上位が44秒台なんですね。44秒45秒ですよね。これがユンケルポルシェのここ5ラップのコンスタントラップになります。綺麗にこの4周は43秒台で回っていますユンケルポルシェ。その前のトイ・ストーリーはほぼ44秒台、6周目に43秒台後半がありますが4秒台でこの4周は刻んでいます。したがって差はご覧のように詰まりました。この差でストレートですけども、圭一さん、まだもう数週かかりますか。もうあと 1,2 週かかると思うんですけども、でも捉えられるのはもう時間の問題です。ただレース序盤で由良さんと圭一さんお二方から話ありましたが、大島はこれあんまり無理はする必要ない。全然ないですね。試練の前でさえもうタイヤですか。そうですね、フォーザントムスが今準備をしています。さあ GT ストレートでこの差まで詰まりました。ユンケルとトイ・ストーリーの差がぴったり背後につくぐらいまで詰まりました。次の週は行かれますね。コーナーリングマシンでもあるこのトイ・ストーリー MRS ですが、直線のポテンシャルが圧倒的に凌駕しているようです。ユンケルポルシェ、そしてその後ろから GT500 の2番手ロイック・デュバルのエプソン NSX 中島レーシングがやってまいりました。今エプソン NSX が GT300 のトップトイ・ストーリー大島をパスしていきます。抜かれたその後ろ GT500 の3番手リアルもまずエプソン NSX との差を保ちながら3番手をキープです。ちょっとこれ進入コースがありませんでした。金石俊弘、島田さん、どうぞ。今ピットなんですが、フォーザントムスですけどね、タイヤの用意を今し始めたんですよね。かなり早いタイミングですよね。
ただ今一周見送ってですね、ただその見送ったピットの方はですねタイヤを片付けるわけでなくてですね、まだちゃんとメカニックで準備を整え始めてますからね、ちょっとその何かタイヤに変が起きたのかもしれません。SC はブリヂストン装着のチームは全車ソフトタイヤ装着になっていますが、1号車ホーザントムスは早くもタイヤを変える準備はしているという情報です。さあストレート、この差ですけれども、ユンケルの谷口が踏み込んだ時にどのぐらいの差になっていくのか。逃げますトイ・ストーリー、そして後ろ側からユンケルカーのポルシェがやってまいりました。外にマシンを出します。早くも1コーナーで行くぞという雰囲気を見せます谷口。ご覧のように今フィニッシュラインを通過してコンマ405という差で、さあ1コーナーブレーキング、ユンケル谷口ですが、ここは大島がうまく抑えます。大島がここはうまく抑えました。ただもうこれは完全に射程圏、谷口はまだこれぴったりついて1コーナーだけではなくどこでも行くぞという雰囲気はあります。500に譲って、ね、1回来ましたけど、これからまた厳しいですね。トイ・ストーリーがですね。下田さん、ART-NSX もタイヤを用意してますね。そうだ、おっとこれ外膨らんでしまいましたね。タイヤがロック、トイ・ストーリーが膨らんでしまった。インをついたユンケル、意外なところでユンケルがトップに立ちました。大島和也はヘアピンの立ち上がりでちょっとタイヤがロック。いやちょっとね500さばきがちょっと悪すぎたね、今のね。まさにこれが GT ならではの光景になります。ただね、大島君これはもう抜かれてもいいんですよ、チャンピオンをかけるレースとして戦えば。もうこの大島とユンケル、大島とその後ろのムルシエの差は10秒近くあるわけですからね。さあここですけども、外に膨らんでこれ500をね抜かそうとしたんですね。遠慮したんです。でブレーキがちょっとロックしてしまったという。で500についていってユンケルが抜いたと。ケイシさんも今シーズンの中継の中でも何回もおっしゃってましたけども、500は抜き方、300のですね、300は抜かれ方、これやっぱ重要なんですね。重要です。谷口のパートナードミニク・ファンバッハー。 Frenchman Loic Duval in the Epsilon NSX is the leader of the race as we return to the original commentary. No team orders, as we said today. Oh, and carving through there. This is GT500 battles, 3 cars side by side down through turn 1. It is so steep there. Think of Paddock Hill Bend, it's just like that. Oh, it's the Yellow Hat car and the Zanardi Nismo car. Oh, that's Motoyama being knocked off the track. That was a shove, wasn't it? That was the number 3 Yellow Hat car of Sebastian Philippe, just banged into the side of Motoyama. Motoyama showing his car with Alstom and Richard Lyons. Well, that's the end of any hopes they had of regaining the championship. They were more or less out of the frame already, but Motoyama gets the car fired up back into the race. But the stewards, I'm sure, will be taking a look at that. I hope we see it again, because the Yellow Hat car just brutalized Zanardi Nismo Z car into spin. Here we go, watch the Yellow Hat car. Here he comes, he suddenly decides to move over very violently, bang, and just there's nowhere that Motoyama can go. He probably just didn't see Motoyama there, but luckily Satoshi catches the car, keeps it out the barriers, and Herman Tilke's runoff areas, which helped a lot of people in that wet Japanese Grand Prix just a few weeks ago, saves the car. But no, he's flat spotted his tyres, and I think you'll see Satoshi Motoyama heading into the pits now. Teams out there already with tyres. They've been watching that on television. I think you'll find he's ruined those tyres. He's probably reporting vibrations already, and that's going to throw strategy out of the window, because 30 laps would be the window which normally opens up for pit stops, and we're only into lap 16 at the moment. We're flashing down the main straight. All the GT300 runners still swapping position, and there's the little Amamiya drinks. Mazda, the car that won the championship in 2006. This year it's only had 4 8th places. That's the yellow car at the back of this group.
And that shows just how much changes in a year. That's the Mazda RX-7. It's a 2-litre 3-rotor engine. And on board Hiroki Iri and Orio Orime, and in comes Satoshi Motoyama. So Richard not getting on board yet. Those tyres were ruined, flat spotted in that spin. As we go back to the GT300 battle, looking at the Artegraia, the Vilcom VMAC. That's the car that's fourth in the championship. M-Tech powered, 4.5 litre. Haruki Kurosawa on board at the moment. Right behind him, right in front of him rather, the Artegraia has a Nissan 3.6 V6 in it. Morio Nita, Mr. GT300, 3 times champion on board that car. And the Graia was brought back out of retirement after not being run last year, but because of the 100th race anniversary, they wanted to have that car running this year. And suddenly found itself second in the championship. So it's been a good start for the MMI Advan car. It's got ahead of the Scheiden. Again, fanning out into turn 1. It really is only one line into turn 1, but as you can see, the VMAC that number 5 car being pushed over by the Kumho VMAC of Hironori Takeuchi. That's a 3.4 litre Honda powered one. So sadly, the Vilcom car starting to go backwards. Well, further up, still a lot of fighting in amongst all the Lexi and Nissans. 3 Lexuses running together here at the moment. That's the Huzan car, as you can see, in 5th. The Zent car in 6th. In the 7th place, the Forum Lexus SC430 of Tatsuya Kataoka. He'll be handing over to Bjorn Verdheim, the Sweden, who was the former Formula 3000 champion. They've had just 1 third this year. It was a good third, though. That was a very, very strong performance by Bjorn. And that came at Fuji last time out, back in May, in the 500. The Takata Dome NSX. And the Raybrigg car running in 8th and 9th. These cars have been right up in the order all this year. In fact, that 18 car have had 5 pole positions. It's been so fast in qualifying, but only once could it turn one of those pole positions into a win, and that was at Motegi. Had a second at Sugo, but otherwise they have not been on the podium. Nonetheless, they've been a solid second in the championship to the sister Honda of Furman and Ito. But now that championship's won, it's they're all fighting over the scraps. 62 points to that 18 car. 61 to the Mikael Krum and Sugio Matsuda Nissan with 22 Nissan, 60 to Dominic Schwager and Shinya Hosokawa in the Raybrigg NSX, and that's it. There's no one else can beat them to the vice championship now, apart from just possibly Wakisaka Lotterer in the number 1 Toyota, best of the Toyotas in 5th, and also possibly Loic Duval and Fabio Carboni in their Honda. They're both on 49 points, but it's going to be close. We've seen that Richard Lyons and Satoshi Motoyama have been put out of the equation by they're lapped down already. Motoyama might get that back, but this is only a 1-stop race normally, and they will have to make 2 stops in that factory Nissan. So we're still following that battle. Here is the lead, still the Calsonic Z and the Epson NSX. The Calsonic cars got back into the lead again. Loic Duval briefly had the lead, but Benoit Trullier, fellow Frenchman, woke up and he's now gone past him again. We jump ahead in the race to lap number 48. In the 500 GT, Loic Duval is in solid command of the race, while in 300 GT, the class leader is the privateer Shiden Entry. And it's in the hunt for the first place as we go back to our original commentary.
44 laps now completed in GT300, about 46 laps in GT500. This, of course, is what they have to plan to their strategy, that by the end of the race, the GT300 cars will have done considerably less laps than the 66 to which this race runs. And last time they came here, last year, the difference is about 5 laps at the end. Race winner overall went to 66. The GT300 winners went to 61. So they have a slightly different strategy to the 500s. Well, there is the car that Ralph Furman and Daisuke Ito have taken to the championship this year. They're hardly cruising today, but they've got 100 kilos of weight on board, and that is hurting them quite badly. They've got themselves up into 8th place, having started down in 14th, so that's a big move up through the order for the ARTA guys. But as we say, that 100 kilos really, really hurting them. Well, this is the story of the GT300 Championship. We're not seeing the race leader at the moment, that gold Junker Power Porsche GT3. Dominic Farnbacher on board that car now, and he'd just love to repeat their Motegi, twin-ring Motegi win of 2 months ago. Oh, we got a problem there for Bjorn Wertheim, the Swedish Formula 3000 champion. That's the Forum Engineering Lexus SC430. It's pulled off at the side of the track. Now, is that a mechanical problem, or has he had a touch? They're running in 5th position, and they've stopped on the side of the track. Here comes the Bandai car. We haven't seen this car at all today. This is the car Peter Dumbreck is sharing with Naoki Hattori. The car was started by Nakori, just handed over to Peter Dumbreck. Haven't seen a lot of Peter this season in Super GT. Missed 2 or 3 races. Of course, we're delighted to have had him with us at Le Mans in the Motors commentary booth for the whole of the 24 hours. He and fellow Scotsman David Leslie doing great driver inputs for us. So 48 laps now completed by the GT500 drivers. And there's Bjorn Wertheim abandoning his car on the side of the track. We didn't see what happened, but we are hearing there was a collision with the GT300 car. It's sad to see his season end that way. They had a fairly steep learning curve this year. 1/3 place at Fuji. They came here back in May. And then a 4th place at Twin Ring Motegi. Had a good run there. Well, this is the battle for 2nd, catching up now with the Arta Guraya. Arta Guraya moves over. That car is running in GT300, 7th place at the moment. The Real NSX trying to make the most of the traffic that the Calsonic Nissan keeps getting caught up in. But Kazuki Hoshino is so experienced, 3 years as a GT300 driver and now in his 2nd year as a GT500 pilot. Knows this Calsonic Nissan so well. Of course, involved in the building of it with his father. There's the Kaneshis chasing behind. It's all new to them this year. But it's going to be a great result this afternoon if they can even get on the podium, because that would be their first podium. Well, in comes the Legion Mosler, the MT900. Now, it might just be possible that this car is the car that had a collision with Bjorn Wertheim in the Forum Engineering car. We jump ahead once again and rejoin our original commentary team for the final moments of the season and the battle for the 300 GT top honours. So at the moment we've got Honda's 1, 2,
3 and 4 in the championship points. And the best of the rest is going to be the Nissan Motul Ortec Z of Mikael Krum and Sugio Matsuda, with the best of the Toyotas, the Lexus of Juichi Wakisaka and Andre Lotterer. Of course, they were the 2006 champions, so they've done the job again as the best Toyota, but it's not been good enough to beat Honda and Nissan this year. Well, there's a third place car. Overall, the Real NSX, its best race of the season, best race ever, because this is its first season. And that car running in a strong third here this afternoon behind this car, the blue Calisonic Nissan, which has Kazuki Hoshino on board at the moment. Benoit Trullier, France, put it there in second. Hoshino's kept it there. And the gap between those two is just under 4 seconds at the moment. Very little change in the lap times. Traffic occasionally just holding up slightly. They're on lap 58, 138, so the 136 is the running most of the time, but it's always been here. The traffic's not going to go away. And ahead of the Calisonic car is the Epson Honda NSX of Loic Duval and Fabio Carboni, which is about to take its first win of 2007, having won this same race in 2006. Well, the laps wind down as the sun sinks into the Pacific, far out to the west. 5 to go. All the teams can do now is just watch, hope. Drivers will be hearing every noise in the car, listening out for what they think might be a problem. Our championship winners already in GT500, running in 8th place, fighting a battle with Mikael Krum and Sugio Matsuda on track here this afternoon for 8th place. The Arta NSX, the Motul Ortec Nissan Z, 350Z, or Fair Lady as they're called here in Japan. We mentioned about Toyota continuing with the Lexus. We mentioned about Honda continuing with the NSX. The big story, of course, for Nissan is that the Skyline GTR is returning next year. It'll be based on the 350Z, but it'll have much more of a race package on the road car. No sign yet whether it's going to be V6 or V8, but one would presume it would be a V8 because that's been the more successful engine for Nissan the last couple of seasons. They ran V6s with turbochargers, but when they went the V8 route, they suddenly started making big inroads on Toyota, and of course this year they have done exactly that. They've beaten Toyota to 5th place in the championship in a straight fight behind the 4 Hondas. Oh, we've got a spinner there. That is the Ferrari, the Gym Center Advan Ferrari F360. You can see where he's locked up and just spun onto the grass. Doesn't look like he's hit the wall, but certainly a big lock up there. There's the Toy Story car. If he can keep that distance ahead of the Scheiden, he will be champion this afternoon in GT300. GT300 has a long and honourable history of providing upsets. Last year it went to Yamano and Iri in the Amamiya Drinks Mazda. Unexpected victory for Mazda there last year. The year before it was Team Reckless, Sasaki and Yamano. They're at the wheel of the Reckless Toyota MRS. So it's history repeating itself to a certain extent 2 years later. And Yamano and Yaji, they took it in the MTech NSX the previous year, 2004. But
So it's been pretty spread out. It's been Nissan before that. So Nissan, Honda, Toyota. Last year Mazda, and this year, if this gap doesn't close over the next 4 or 5 laps, and it's closing very, very much at the moment, it's going to be Toyota again. But if that Scheiden can get ahead, it could snatch the championship. Of course, they finished runners-up last year, the vice champions, on the Scheiden's first full season. It looks to me like Takahashi's just woken up in these closing laps. Thought he'd have a little go at the Toyota, and comes up the inside. Oh, very, very close. This is for the championship. So it has come down to the last couple of laps. So a big, big lunge there by Takahashi. He's tucked in right behind the Toyota now. So they come down that long straight, but the Toyota is quicker. He can pull away on there. He's carrying less weight, 40 kilos of excess weight against the 70 kilos on the Scheiden. That's down to 0.7 a second. He goes through on the inside. Oh, and he locks up and goes wide. He almost T-boned the Toyota there. That is as close as they've got this whole race. And well, I don't know what Takahashi was doing there, but almost took the side out of the Toy Story Toyota MRS. Goes through. This is the move of a desperate man, having another go, another little look there, leaving his braking very, very late in the Scheiden. But a cool head. It's being kept by Hiroki Ishiura. Oh, and again cuts right across the bows there of the Privé Scheiden, who tried to go up the inside, but Toyota had to turn in. There's the yellow hat car going through as well. That took a penalty, remember, earlier on this afternoon for its part in the collision with the factory Zanabi Nissan of Satoshi Motoyama. Well, some desperate moves there, but this is our race leader. Nothing desperate for him. This is Fabio Carboni sharing the Epson Honda NSX with Loic Duval. And they're just a couple of laps away now from taking their one and only win of 2007 at this final round of the Super GT Series. Still a lot of cars remaining in this race. 44 started. We lost 2 right at the start. Mechanical problems, an oil leak and a drive shaft breakage for the double head Toyota MRS and the AAA Gallardo, respectively. What's also gone out of the standings is the Actia Murcielago Marco Apicella. We didn't see it retire, we saw him hand over in the pits, but Yoji Yamanishi rejoined the race, and we haven't seen the car since. We don't know why it retired, but it is shown as retiring some 20 laps ago. Nonetheless, we still have some 24 of the GT300 starters running. We've got 15 of the GT500 starters running, so a very low attrition rate here this afternoon. Race leader comes down to pass GT300 back marker. Checker flag's ready, takes the win. This is for Loic Duval, Fabio Carboni. That's a great win for them, repeating what they did here last year. And right behind them, the Junker Porsche wins GT300. But who's going to win the GT300 title? Here they come, the Toy Story Toyota MRS wins the title with 2nd place. And right behind him, in comes in 2nd place in the championship points, the Scheiden. Now they both finish, those 2 cars, the Toyota and the Scheiden, both finish on 89 points at the end of the season. But because the Toy Story car had 2 wins and the Scheiden only 1, the title goes to this car. It's Oshima
and Ishiuri. They've already together finished first and second in the Japanese Formula 3 Championship. And now they've pulled off GT300 in Super GT. Well, that's how the season ends here in Japan. I've been Mark Cole, this has been Motors. Thank you for being with us. Well, that's it indeed. Thank you for tuning in to our season review of the 2007 Super GT Championship. We'll see you again here real soon on Motors TV for more great motor racing action from around the world.